特別な気持ちにさせてくれるお洋服ってすごく素敵だなと思っていて。こんにちは、カレンです。元気ですか？今日はちょっと黄色い服着てみましたなんかいつも白や、黒、ちょっと落ち着いた色が多かったので、今日なんかちょっといつもと違う雰囲気になってるのかな。私着物結構持ってるんですよ。着物本当に白もあれば紫もあるし、青もあるし、黄色もあるし、あとおばあちゃんやお母さんからこう代々受け継いできた着物、浴衣もありますし、なんかほんとね、普段着は白とか黒が多いんですけど、やっぱりそういう特別な日に着るお洋服はカラフルな方がすごくテンションというか気分も晴れてワクワクルンルンして、やっぱ色って久しぶりに着るとやっぱ今日みたいに黄色着てみましたとか言っちゃうぐらい気持ちをこう高めてくれるなっていうのはすごい思ってます。で、今日は着物や浴衣を着る機会というお話についてフリートークでしていこうと思っています。それでは行ってみましょう。着物と浴衣の違いですね。着物が結婚式やお葬式など厳格なそういう催し物の時に着られる機会が多いです。その他には七五三とか成人式とか、いわゆるお式というもので着ます。で、浴衣はそれよりもっとカジュアルで、花火大会やお祭りなどで着ていく、浴衣というお洋服になります。それぞれ浴衣と着物で生地が全然違うんですね。生地とかデザインが全然違っていて、生地の分厚さだったり、デザインの華やかさ、落ち着きだったり、いろいろ違います。成人式、着物を着るんですね。日本人の20歳になる、20歳になるお祝い、門出をお祝いして、着物を着る、そして、お祝いをするという式典があるんですけども、その時女性は、振袖という袖が本当に床につくぐらい長い袖の着物を着ます。で、その着物は基本的に結婚していない未婚の女性が着る着物になります。私も着ました。私は母が着物を作って、振袖を祖母祖父に作ってもらったのを、母が着たものを私も着ました。ね、これがまた娘が着てくれるとすごい嬉しいですよね。着てくれるんかなお正月は神社に着物を着ていく方もいらっしゃいます。無病息災や幸福をお祈りするんですけども、新年の始まりを新たな気持ちで着物を着ていかれる方もいらっしゃいます。茶道はやっぱり格式の高いものになるので、それに見合った着物を、身につけて、会に出席するということが多いですね。茶道って和室で行われるので、和室との調和がすごく取れるというか、和室と着物ってすごく合うんですよね。これがまたカジュアルなお洋服だとまた全然違ったような雰囲気になると思うので、茶道では主に着物を着て参加するという感じになります。七五三では男の子が3歳と5歳、女の子が3歳と7歳にお祝いするという行事になるんですけれども、その時に男の子は袴を着ますね。袴、ズボンになっているような着物を履いて、女の子は普通に着物を着るんですけども、結構やっぱ色が派手明るい華やかな色、男の子はシックでかっこいい色を選ばれることが多いです。私は赤を着ました。まだ残ってるみたいですよ。なんか祖母が、娘のお宮参りの時に出してくれて、それを写真館に持ってって一緒に娘と写真を撮ったんですけども、やっぱ持ちがいいんですよね、すごく。祖母の保管方法も多分良かったからだとは思うんですけれども、着物ってすごく物持ちが良くて、お手入れすればずっと
着ていけるものになるので、こう代々受け継がれてますね。私の母はとても着物が好きなので、基本的にはその入学式卒業式は着物で参加してくれてました。その時にはやっぱり色打ち掛け、この後ろこの首の後ろに家紋が入った家紋が入って結構無地の落ち着いた着物を着て、無地というか、足元にちょっと柄が入ってるのかなだったかなっていうのを着て式に参加してくれることが多かったです。やっぱりそのね、格式の高い式になると着物を着て参加するっていうのが日本の伝統ですね。日本人は黒い喪服と呼ばれる服をお葬式で着るんですよね。女性だと喪主と呼ばれる、例えば亡くなった方の配偶者ですねが黒い、着物を着ます。男性は割と着物、私が参列したことがあるお葬式で着物を着ている男性というのが記憶にはないんですよね。やっぱりスーツで参列してる方が多い印象ですね。神社で行われる式やその仏教とかに従ったお式の場合は留め袖や振袖を着る場合が多いですね。あとホテルでのウェディングは色無地や小紋といったような、着物が選ばれます。自分が式を挙げるとしたら、自分の母親や主人の母親は着物を着ることが多いですね。あと自分の兄弟、妹や姉は着物を着ることが多いんですけども、その他のゲストは着物ではなく、ドレスですね。フォーマルドレスとかカジュアルドレスとか呼ばれているような、ワンピースを着ることが多いです。リーズナブルなもので言うと本当に数万円からあるんですけれども、いいものになると本当に100万円超えてきたり50万超えてきたり、やっぱり生地と柄と色とそれによって価格が変わってきますね。昔のものであればあるほどとてもいい生地を使っているので高価なものが多いです。浴衣を着る機会ですね。夏祭りや盆踊り、花火大会等を着るんですけども、広島の東花さんというお祭りが6月の頭にあるんですよ。そのお祭りは日本で一番最初に浴衣を着るお祭りで有名なんですよね。東京の浅草と呼ばれているところや京都だと観光地がメインで、その日本の観光地プラス着物を着る、浴衣を着る体験ができるお店があります。着物レンタルですね。着物や浴衣は本当に様々な柄があって、もちろん季節ごとにいろいろな柄があるんですよね。春だったら桜、夏だったら、私はちっちゃい時すごくひまわりの浴衣が欲しくて、ひまわりかハイビスカスの浴衣ですね、欲しくてすっごいおねだりしたけど買ってもらえなかった記憶あります。なんかサイズが合わなかったのかな。私がちょっと小さすぎて、なんか彼に着れるサイズないよって言われて、でもどうしても欲しいのに可愛いのにって言って結局金魚になったかな。これは本当に私の個人の気持ちなんですけど、やっぱり特別感があるというか、普段着ないんですよね。もう、普段毎日着物を着ている方ももちろんいらっしゃいます。それは職業で着られる方もいらっしゃいますし、趣味で着られる方もいらっしゃいますとか、週に1回お出かけの日は着物を着るっていう方ももちろんいらっしゃるんですけども、私とかはもう本当に行事事でしか着る機会がないので、特別感がすごく強いですね。で、もちろん着物って動きやすい服装ではないんですよ。すごく締め付けられますし、ご飯もたくさん食べれないですし、動きにくい、足もちょこちょこちょこっていう歩幅も狭くなるしなんですけども、それを我慢してでも着ることの喜びはすごくあります。はい、
それでは今日は着物浴衣を着る機会についてお話ししていきましたが、いかがでしたか？私自身も着る機会すごく少ないんですけど、やっぱ着るとすごく気持ちが高まって嬉しい気持ちになる、そんなね、特別な気持ちにさせてくれるお洋服ってすごく素敵だなと思っていて、ぜひね、皆さんも日本に来られた際、観光地とかに行くと着る機会あるので、着ることができるので、ぜひ着てみてほしいなって思いますし、なんかね、こんな着物の柄好きなんですとか、こういう着物を着たことありますとか、いろいろ着物や浴衣についてまつわるエピソードやお話、質問等ありましたら、ぜひコメント欄にて教えてください。それとビデオの説明欄に私たちの文法コースの紹介もあるので、ぜひチェックしてみてください。道元さんのコメディ動画を使って私たちの選んだ文法ポイントを解説したりしています。道元さんの肯定アクセントと発音のコースもあるので、ぜひそちらもチェックしてみてください。ネイティブスピーカーのように聞こえるコツがわかるとってもいい動画の一つなんですよ。おすすめです。それではよかったら最後にいいねとチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。これからも日本に関することや日本語を学ぶコツなどについてお届けしていきたいと思います。それじゃあバイバーイ。